Wake up slowly, still and softly. Let the looming torment still to break of day. 5月17日、曇り時々晴れ。庭のない我が家に先週に引き続き新たにいくつかの観葉植物が加わった。日当たりの悪いこの部屋でもすくすくと育ってくれるように耐陰性の強い観葉植物を迎えることにした。新たに迎え入れたサンスベリアはお手入れがとても簡単で耐陰性が強い観葉植物だ。毎日のお手入れは欠かせない。葉っぱの表面にほこりがたまらないように丁寧に拭いてあげる。この子たちも私と同じように呼吸をして一日一日を生きている。直射日光を好む子もいれば日陰にいたい子もいる。日陰にいたい子を無理に直射日光に当てたらどうなるだろう。その子はおそらく枯れてしまうだろう。同じ植物でも必要とするものが違う。それは私たち人間も同じではないだろうか。果たして私たち人間はそれぞれに適した環境で生きているのだろうか。直射日光を好むあなたがもし日陰にいるのならば、おそらくあなたは生き生きと生きてはいないだろう。でも大丈夫。あなたに適した環境で必ずあなたは輝くことができる。さあ今日は罪悪感のないアイスクリームを手作りしようじゃないか。凍らせたバナナにココナッツミルク、そして少しばかりの黒砂糖、そして京都一風堂で買った抹茶の粉を入れるとしよう。そこに隠し味としてモリンガパウダーを入れる。こうすることによってこのアイスクリームはとってもヘルシーなものに変わる。抹茶には抗酸化作用があり、モリンガには豊富なミネラルとビタミンが含まれているという。白砂糖や添加物が多く入ったアイスクリームを食べると10歳老けると聞いたことがある。だから今年はアンチエイジングのためにもアイスクリームを手作りすることにした。さああとは冷凍庫で冷やして固めるだけ。アイスが固まるのを待つ間にゆっくりお茶を飲むことにしよう。コロナウイルスの影響で世の中がすっかり変わってしまった。なんだか最近とても不安で仕方がない。不安な時は感謝のノートに感謝できることを3つ書くことにしている。なぜなら不安は恐怖が原因なのだそうだ。
世界中で人気のライフコーチトニー・ロビンズはこう言う。恐怖と感謝は共存できない。要するに、感謝しているときは恐怖を感じることはできないということだ。あっという間に日が暮れて、どれどれヘルシー抹茶アイスの味はどうかな。抹茶アイスというよりはバナナアイスといった感じだけど、なかなか美味しいじゃないか。Nights last forever and days run away. The world makes us fly by into the gray. With every season